もやもや探検。はい。では今日はもやもや探検コーチ養成スクールのひろみさんにお話を聞きます。よろしくお願いします。いきます。はい。ではひろみさんがもやもや探検コーチ養成スクールに参加しようと思った理由を教えてください。はい。まず一つが、うん。まあ、今、結構、言われてる HSP うん。で、もうずっとなんか生きづらいなとか、人と違うかなとかっていうのが、どっか自分の中にあって、で、やっぱりその人に嫌われたくないっていうところが大きくて、うもうずん。っとこう自分の気持ちに蓋をして、もううん。気持ちがパンパンになった状態でもギュッと蓋をしてで、いい人でずっと来たんですよね。うん。で、それがもうなんかだんだん辛くなってきたっていうのが一つと、あと、家族の介護をしてて、もうなんか人に頼れないとか、自分が我慢すればいいやとか、そういうのでずっとしてきて、でも、いや、このまま、こんなんで自分の人生終わっていいんだろうかっていうのを思い始めたときに、ルンさんの Facebook だったかなが、の広告を見て、めっちゃ遊んでる人がいると思って、なんだろうこれって思って、メルマガ登録したのがきっかけですね。はい。ありがとうございます。ひろみさんがもやもや探検コーチ養成スクールに参加する前の心の状態っていうと、まあ、具体的に言うとどういう感じだったんですかね。今、生きづらさっていうのは言ってくれましたけど、どんな感じでしたか？ですね、なんか、結構、周りに合わせるというか、周りの、人の顔色を見てというか、で、なんか、嫌と言えない、うん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 、なんか、例えば、あの、ひろみさん、今度の休みに、ちょっと買い物付き合ってよ。で、自分の予定があったとしても、あ、うん。いいよいいよ。みたいああ、な。そうなんだ。自分のことをこう後回しにしてだったりとか。うん、うで、ん、うん、その後で自分でなんか自分を責めるみたいな。本当はこの日にこうしたかったのに、みたいな。その人に、なんだろう。その責任じゃないけどうん、も、うん、うん、うん、人のせいにするとか、なんうん、かこう、そういう部分があったりとかして、うん、うん、ちょっとそんな自分も嫌だなとか、もっとなんかこう自分の思ったこと言えたらいいのになとか、うん、それが例えば職場だったりでもそうだし、高井さんこれやっといてね、これやってお願い、いいですよってなっちゃうんですようね。ん、うん、その部分をなんか後々自分で自分を責めるよりもうちょっとなんとかしたいなっていう気持ちが、あってもやもやしてました。なるほど。じゃあ、そういう感じのモヤモヤを持ってたひろみさんが、モヤモヤ探検コーチ養成スクールに参加して、まあ、モヤモヤ探検コーチングを受けたり、まあ、ご自身で実践する中で、どういうふうに心の状態って変わっていきましたか？と最初は、なんだろ自分のその心の声を聞いて、本当はこうしたいんだっていうのを頭では分かってても、なかなかその行動と一致するっていうのができうん、なかったんですよね。でも、グループコーチングとかで、なんか皆さんの話とか聞いてると、そっかっていうそのヒントだったりとか、そういうのをたくさんもらえたっていうので、ちょっとずつ自分のその気持ちの蓋をこう開いていけた。うん、うん、うん、で、自分の気持ちを、気持ち、心の声を一番に、自分を一番にっていうふうに
ちょっとずつ変わっていけたんですよね。そしたら、職場でもまた変わったし、職場の雰囲気とか変わったし、うん。あと家の中でも家族との関わりみたいなのがうん。ちょっとずつ変わってきたかな。うん。うんうん。今人間関係どういう感じなんですか？あのですね、家族とは、うん。まあ、母親とは、うん。お互いに、言いたいことを言わずにいたので、すごいお互いにこうピリピリしてた。うそれん。が、あの、いや、こう思ってるんだよねって、じゃあおかんはどうなのって聞けうんうん。るようになったっていうのが、そうすうん。ると、私が、こう素直にこう外に発信すると、おかうん。んも、うん。あ、そっか、じゃあ私はこう思ってたけうん。ど、じゃあどうするっていうふうに、ううん、ん。なんかお互いに言い合えるようになったかなって。ううん、ん。すごい。楽になりましたお母さんとの関係？すごい楽になりました。うん。よかったです。はい。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、まあ、もし、ひろみさんが、もやもや探検に出会ってなかったとしたら、まあ、一人だとこういうところが難しかったな、もやもや探検と出会ったこういうのが良かったなっていうのはどういうところかぜひ教えてください。はい。多分、こう、もやもや探検に出会ってなかったら、うん。ずっと多分、後ろ向き、後ろ向きで、もう自分の悪いところばかり責めてた。うん、うん。自分がこうだからいけないんだとか、多分そういうふうにずっと生きていったかなって。あと、やっぱりそうなると、あの、気持ちに余裕がなくなるので、本当に、なんだろう、家族に八つ当たりしたりとか うん。そんな状態だったと思います。うん。スクールに参加して、まあ、個別コーチング受けたり、グループコーチングしたり、あとはまあね、Facebook のコミュニティがあったりするんですけど、どういうところが良かったなと思いますか？えっと、やっぱり、まずは、あの、話を、とにかく、良くも悪くも全部聞いてうんうん。もらえる、受け入れてもらえるっていうので、本当に、気持ちの蓋を開けれた。うん。本当は私こういうふうに思ってるんだっていうのが、あの、分かったっていうのと、あとはやっぱり、なんだろうな、自分一人じゃないんだっていう、本当に、あの、個別コーチングの時も、たくさん聞いてもらって、で、もやもや探検して、宝を見つけられたし、ルンさんにもいつも、なんか、あの、そんなひろみさんも OK みたいなことをね、たくさん言ってもらえた。それがなんかすごい、あの、安心感というか、心強かったですね。だから、よし、じゃあ明日も頑張れるっていうか、よしって思えた、うん場所でしたね。うん。はい、良かったです。まあ、これまでのこのひろみさんの変化で、どのぐらいで、もやもや探検コーチ養成スクールに参加して、今どのぐらいですか？今、3ヶ月にうん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 。なりました。ああ、そうですよね。はい。ありがとうございます。やっぱりこのね、3ヶ月でそうやってだいぶ楽になったっていうのはいいですよね。これからの人生ずっと使えるメソッドなので。はい。はい。じゃあ最後はい。にじゃない最後2つ質問があります。ひろみさんのはい。これからの夢を教えてください。はい。これからの夢。ですね。もっともっと自分の、えっと、
心の気持ちの蓋をパッカーンと開けて、うんもうあれもやりたい、これもやりたいっていうのがもうどんどん今出てきてるので、それをもういっぱい楽しみたいですね。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、もやもや探検コーチ養成スクールに参加する前の、ひろみさんのような心の状態の人、もやもやしてる人に何かぜひメッセージをお願いします。はい。自分のことを後回しにしないで、自分を一番好きになってもらいたい。うん。も24時間365日、自分の心の声を聞けるのは自分だけなので、自分をもっともう大事にしてもらいたい。うん。で、やりたいこともたくさん見つけてほしい。はい。はい。では、ひろみさん、ありがとうございました。ありがとうございました。なぜ心理学を学ばなくても、もやもやに隠れた宝を見つけるだけで会社に縛られずに 100% 人生を遊び尽くせるのか、時間と人と場所に縛られない秘密、3ステップ今だけ限定無料公開中です。下の概要欄の URL からメルマガ登録をして、ぜひプレゼントを受け取ってください。では今日も見ていただきありがとうございました。もやもや探検家ルンでした。